こんにちは、ゆうきです。今回の動画ではですね、ゆるくね、新しい機材を購入したいので、そちらを紹介していきたいなと思っています。今回ね、カメラのレンズを買いました。多分視聴者の方でね、興味ある人ちょっと少なめの題材かなとは思うんですけれども、ちょっと高い買い物だったので、最初はね、ちょっと動画にするつもりはなかったんですよ。なかったんですけど、せっかく買ったしちょっと紹介してみたいなということでちょっと紹介させてください。はい、ということで今回買ったレンズこちらディデンシグマの 16mmF1.4DCDN っていう、僕がね今使ってるカメラがα6400 っていうソニーのカメラなんですけれども、それに対応しているレンズです。このレンズ結構有名っちゃ有名なのかな。有名で結構 YouTuber さんとかで使ってる方とかも多いと思います最近僕が知ってる YouTuber さんだとちょっと最近使ってるかどうかちょっとまだ今はちょっとわかんないんですけど、三山レベッカさんとか、あとは思い出しました。八田エミリさん。ちょっとどちらもね、女性 YouTuber の方なんですけれども、こちらでね、多分使ってたと思う。昔にレンズ探してる時に、その人たちの動画とかがあったので、それでちょっと見かけたような気がしてます。はい。ちょっとね、詳しい説明は、僕のこの文房具系のチャンネルなんで、抜きにして、ちょっとね、とつりつけてどんな感じかっていうのを紹介していきたいなと思います。それじゃあ実際に開けていきましょう。はい、ということでちょっと今日はね、横アングルでいきます。はい、今回購入したの改めて 16mmF1.4DCDN っていうね、シグマのレンズです。価格が4万円くらいでした。そうね、中古で買おうかっていうのも少し悩んだんですけど、せっかくだったら、新品で買おうかなっていうのと、あと中古でもそんなに値段変わらないんですよね。3万5千円ぐらいだったりとかして。なので、それだったら新品を買ってしまおうということで、新品を買ってしまいました。ほら、この箱を見てた時さ、昔、この箱、もうちょっと大きいのかなと思ったら、そんなに、わかる？この、手のひらサイズくらいな大きさだったので、ちょっと思ったよりは小さめで、ちょっと良かったかなっていう感じですね。ということで、じゃじゃーん。意外と重いね。これと迷ってたレンズがもう一本あって、それがタムロンの 1770mm っていう F2.8 投資のレンズで、そっち8万くらいするんですよね。ちょっと8万はちょっと今出せる余裕がないなと思って、ちょっとこっちにしたんですけど、どちらもね、いいレンズで、これもね、かなりいいレンズなんですけど、これよりもね、多分レンズ重いはずなんだよ。だから、これよりも重いってかなり重かったのかなと思います。はい、ということでこちらです。こちら単焦点レンズって言って、いわゆるこういうズームができない、画角が一つに固定みたいな、そういう感じのレンズなので、この画角と一緒かな。 16mm なので常にこの画角にはなるんですけれども、F 値っていうのがあって、今 F 値 3.5 っていうので撮ってるんですけれども、この数値が小さければ小さいほど後ろがボケボケになるんですね。この後ろが。で、これが 1.4 で今 3.5 なので、多分もっとボケボケの動画が撮れるようになると思います。こんな感じ。ライトの当て方が下手くそかな俺。で、入ってるのがこのレンズとレンズフード。花形ですね。花形のレンズフード僕なんだかんだ初めてなんだよな。花形ってさ、いやどっちもねいいと思うんだけど、カメラっぽいよねちょっとミーハーかミーハーって言うんだっけ。ちょっとあんまりよく分かってないのがバレてしまいそうなんですけれども、ここがフォーカスリングですね。ピント合わせたりするときに使うやつ。動画だとね、多分オートフォーカスを使うので、そんなに使うことはないかなと思います。じゃあそしたら実際に、レンズ取り替えてつけていってみたいと思います。その前にですね、一応セットでこちら購入しました。Amazon で一緒にセットになってて、セットで買うとプライム会員割引のみたいなやつで2500円引きくらいになってて、実質無料みたいな感じでついてきたやつ実際買ったら3000円
2500円ちょいくらいするのかな。レンズの保護フィルターですね。レンズの上に、こう、フィルターっつっても何も、その、見え方が変わるとかっていうんじゃなくて、ガラスのやつを貼るだけっていう、貼るんじゃなくてつけるだけっていう感じなんですけど、実際にその、なんかぶつかっちゃった時とか、濡れちゃった時とかに、こう、レンズ本体がこう割れちゃったりするんじゃなくて、これで守ってれば、こうレンズ自体はね、高いから、このレンズフィルターだけ交換すればいいみたいな感じで、ちょっと説明読んでくださいみたいなのあるけど、まあ大丈夫でしょう。とりあえずさっさとこの、ほこり入る前にささっとつけちゃいたいと思います。こっちか。こういうただの、ピント合ってるただのね、ガラスですね。なんかその、ただのガラスって言っても、やっぱりその、ただのガラスの中にもこう、透過率がいいとか悪いとかね、そういうのあるみたいで。いやー、すごいなっていう感じですね。ちなみに、もしね、この動画見て、この同じレンズ買おうと思った方がいたら、一応注意なんですけれども、こちら 67mm、ここのね、半径が 67mm なので、こういうところに書いてる数字間違いないようにしてみてください。はい、ということで、これでね、レンズのもう保護できたということで、実際にこちらのカメラにね、つけていきたいと思います。画角だけちょっと変えました。こちらの方がね、わかりやすいかなと思って。まだ前のレンズです。今使っているレンズが、その、カメラ購入時に一緒についてきたキットレンズって言って、比較的安いレンズなのかな。なんかあんまりこう評判良くなかったりするんですけれども、じゃあ、変えていきたいと思います。はい。レンズが変わりました。どうかな？この辺がね、やっぱりすごいボケてる気がする。今 F2.0 かな？ F1.4 ぐらいを出すにはもう少しこう、明るさ落としてあげないとダメかな。そうね。今 F1.6 ぐらいですね。すごいね。こっちか。ここのギターとかめっちゃボケてるね。へー、すごいな。なんかね、そう。聞いた話によると、結構、解像度とかもいいレンズらしくって、なので、ちょっと写真とかもね、これからもっとこう、綺麗なのが撮っていけるんじゃないかなっていう風にちょっと、思ってるんですけれども、ちょっとファーストインプレッションっていうか、ちょっと最初に気になったことです。ちょっとね、駆動音がこう、ガチガチガチってするかな。こう、オートフォーカス。そんなうるさくないか。そんなうるさくないかもな。うん。大丈夫かな。ちょっと一瞬気になるかなと思ったけど、ちょっと最初だけだったっぽいから。なんかめっちゃ髪の毛割れる。これもこれでなんかちょっと変だよね。いっか。はい、ということでね。そう。でもいい感じじゃない？結構、ピントも早い気がする。綺麗だし、滑らかだしね。うん、いいと思います。いや、これでね、なんかね、星とかも結構綺麗に撮れるらしいの。なんか、その FH っていうのが小さいことによって、なんていうのかな、なんか瞳孔がめっちゃ開いてるみたいな感じ。今までよりもこう、瞳孔めっちゃ開きまくって、こう、たくさん光を取り込めるようなレンズなんですよ。なので、こう、暗いところとかね、そう、星空とか綺麗に撮ったりとか、あとは夜景とかも綺麗に撮れるらしいので、これからだと、イルミネーションとか結構綺麗に撮れるんじゃないかな。あとはなんかこう、ぼかしてね、こう、玉ボケっていう、いわゆる、なんていうのかな、こう、光がこう、丸くね、こう、ボケてる感じの綺麗な写真とかも撮れるようになるんじゃないかなと思います。そうだな。でもね、ちょっと一つ怖いのが、手ブレ補正がついてないんだよね、これね。今は、そう、僕の撮影、大抵、三脚の上に乗っけて撮ってるので、そんなに必要ないかなと思って、あるならばあった方がいいと思うんですけれども、そんな感じですかね。でもそうね、外で歩いて撮るときにはちょっと怖いかもしれない。でも大丈夫でしょう。一応ね、ここに、ちょっと眠ってるジンバルがあるので、ちょっと
こいつももうちょっと頑張ってもらいながら、ジンバルってこう乗せてこう揺れないようにするやつ、そうなんかめっちゃ欲しいなと思って買って、その後あんまり使えてないんですけれども、今後ちょくちょく使っていけたらなとは思いますかね。はい。ということで、多分ね、この動画多分そんなに見てくれる人、いや、どうなんだろうわかんないけど、ちょっといつものね、内容とはちょっと違ったレンズの紹介でした。一回ちょっと前のに戻してみる？どれぐらい変わってるのかちょっと気になるよね。ちょっと待ってね。これ前のです。どうかな？ちょっと色味とかも違うのかな？ちょっと実際にね、この後 SD 取り出してパソコンに取り込んでみて、ちょっと編集しながらちょっといろいろ確認してみたいなとは思うんですけれども、でもやっぱりこのボケ具合ちょっと違うね。やっぱり 3.5 と、さっき 1.4 まで落ちないで 1.8 くらいだったと思うんですけれども、そうね、いい感じじゃないかな。はい。じゃあちょっと戻しますね。いや、ボケてるね。ボケボケだね。すごいな。いいな。じゃあちょっと今日の動画はね、この辺で終わりたいと思います。いやー、ちょっと今後の動画はね、多分このレンズ使って撮影することが多くなってくるんじゃないかなと思いますかね。はい、ということで、今日の動画はこれで以上になります。ちょっとね、今回の動画見てレンズ気になって、ちょっと参考になったよとか、面白いねとか思ってくれた人がいたら、グッドボタンとチャンネル登録してくださると嬉しいです。あとね、コメントとかも待ってるので、大体のコメントには返してるのでね、よかったらしてくださると嬉しいです。はい、ということで、ちょっとこの後、複数写真の作例とかちょこちょこって載せとこうかな。別にそんな写真枠ないのでね、気になった人だけでいいんですけれども、ちょっとどんな感じになるかね、載せておきたいと思います。はい、ということでまた次の動画で会いましょう。それじゃあバイバイ。